これから SQ1 乗って香港に行きたいと思います。こんばんは、カズです。今日はサンフランシスコ空港からのスタートです。これからシンガポール航空のファーストクラスに乗って香港に行きます。サンフランシスコと香港の区間はシンガポール航空のイエーケンフライトの一つであります。イエーケンフライトはそのエアラインの本国以外の2点を結ぶフライトのことを言います。つまり、シンガポール航空の場合、シンガポール発着じゃなくてアメリカのサンフランシスコと、中国の香港を結んでいるのでイエーケンフライトと呼びます。そんなことはどうでもいいんですが、とりあえずチェックインしてラウンジに行きたいと思います。それでは行ってきます。シンガポール航空が利用するサンフランシスコ空港のラウンジは同じスターアライアンスのユナイテッド航空ポラリスラウンジです。ビジネスクラスでもファーストクラスでもポラリスラウンジです。2018年にオープンしたばかりのポラリスラウンジ、442人を一挙に収容できるモダンなラウンジです。バーもあり、ダイニングルームもありで、とてもハイレベルなラウンジです。詳しいレビュー動画は画面の右上のカードをクリックすると見れるので、ぜひご覧ください。シンガポール航空 777-300ER で香港に向かいましょう。ファーストクラスキャビンはわずか4席のミニキャビンです。座席配置はビジネスクラスと同様121です。シートデザインは BMW デザインワークス。シートの製造は日本の企業ジャムコが担当しました。スタイリッシュ、モダンという言葉がお似合いのシートです。足元スペースもゆったりです。座った状態で足がオットマンに届くぐらいのシートピッチでした。ANA ファーストクラスと同様にジャムコ得意の収納パネルがこのシートにも数箇所使われています。収納スペースには高級ブランド B&O のヘッドセット、その上の段にはスリッパや靴下などが用意されてありました。リクラインしてそのままベッドをできるタイプのシートではないので、ちょっとシートコントロールが他のファーストクラスシートと異なります。このことについては動画の後半で詳しく説明します。ヘッドセットのコネクションは左右両方にあるので好みによって決めれます。このヘッドセットの質には本当に驚きます。ウェルカムドリンクはドンペリです。出発前は酒税の関係で若干安いシャンパンを提供するエアラインが多いのですが、シンガポール航空は最初からすごいです。Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. SQ1 をサンフランシスコから香港まで飛行距離11,150キロ14時間のフライトです。ちなみに私が乗ったこの飛行機の機体はスターアライアンス塗装でした。トイレはエコノミークラスの約2倍の大きさで、ハンドソープなどは高級ブランドラリークで統一されています。パジャマやスリッパ、アメニティキットもすべてこのラリークブランドです。最初に出てくるナッツがマカデミアナッツが入っているととても嬉しいんですけど、皆さんどうでしょう？コメント欄でぜひ教えてください。シンガポール航空ファーストクラスでは高級シャンパンであるドンペリとクルク両方を提供しています。シンガポール航空以外この2つのシャンパンをファーストクラスで提供しているのはエミレーツ航空のみです。今回のフライトは夜中のフライトだったんですが、食事の種類はたくさんありました。どこまでも手を抜かないシンガポール航空には本当に脱帽です。前菜がマグロの表面を軽く炙ったものでした。このマグロももちろん美味しかったのですが、薄いせんべいみたいな表面にごまのついたこれが非常に美味しかったです。食器も食事の盛り付けにもこだわりがあるようで、一品一品綺麗でした。
メインは事前にオンラインでオーダーしたリブアイステーキです。実はシンガポール航空ファーストクラスに乗った時、担当クルーの一人が今回のファーストクラスを担当していました。このクルーの方が私のことを覚えていてくれました。そのおかげでクルーとの話も弾みました。ジャムコのパネルワーク、アームレストのサイドに小さなスマホを入れるポケットがあります。充電しながらできるのでとても便利です。反対側にも同じ作りでリモコンが収納されていました。リスポンス最高、映画の種類も豊富、そして日本の映画もありで本当に最高です。アメニティキットはラリークブランドで、左から手洗い石鹸、ボディーローション、リップクリーム、最後にキャンドルです。機内ではこのキャンドルを使用しないでくださいという注意書きが書かれてありました。とてもユニークなアメニティキットです。トイレの引き出しには歯ブラシやヒゲ剃りなどいくつかアメニティが用意されています。いつも思うのですが、機内でヒゲ剃りをする人っているんでしょうか？揺れたらやばそうですよね。掛け布団もふわふわで寝心地のいいベッドです。枕、掛け布団すべてがラリークブランドです。ベッドの長さですが、私が175センチぐらいなので190センチほどだと思います。ベッドの幅は大人が体育座りできるぐらい余裕があります。夜食にヌードルをいただきました。日本のラーメンというよりも香港などで食べるヌードルに近い感じです。朝食は日本食をオーダーしてみました。日本食はさすがに ANA や JAL ファーストクラスには及びません。ベッドを片付けるときにクルーにいろいろ聞いてみました。このファーストクラスのマットレスはエアバス380のスイートクラスとは別のもののようです。スイートクラスの方が断然寝心地は良かったです。シートの背もたれの部分を倒す形でベッドにするタイプのシートです。リクラインしてそのままベッドにならないのでリクラインも途中で止まります。オットマンと接続部分がマットレスなしだと金属の部分が足に当たってしまいます。硬いね。シンガポール航空ファーストクラスどうだったのか。サンフランシスコ発ということでチェックインカウンターはシンプルなもの。ラウンジは自社ラウンジではなくユナイテッド航空のポラリスラウンジということがネックでしたが、さすがシンガポール航空です。シートも快適、機内食も美味しい、クルーは素晴らしい。シンガポール初のファーストクラスなら点数がさらに 2,3 点上になると思います。シンガポール航空の素晴らしさを再確認したフライトでした。それではまた次のフライトでお会いしましょう。